私が克服すべき、勝つべき最強の敵というのは誰かというと、弱い自分です。弱い自分を私たちは克服したいんですね。そしてしなければならない。ペンネームミニモコさん、40代の女性からいただいたお便りです。私は42歳で海外生活20年になります。ドイツで一旗あげたいと福岡大学を卒業後すぐにドイツに留学し、ドイツケルン体育大学を卒業した後、ドイツで日系企業に就職しました。スポーツ関係で仕事をしたいと思っていましたが、卒業した後すぐに銀行から仕事のオファーがあり、お金が底をついていたこともあって銀行で仕事をすることを決めました。銀行で仕事を始めたら思っていたよりも面白い仕事でした。もっとファイナンスのことを知りたい。またドイツ人から一人前に仕事ができる日本人であると認められたいという思いから31歳から34歳まで資格試験の勉強を始め、34歳でドイツのサーティファイドアカウンタントの資格を取りました。35歳まではドイツの生活が大好きで、27歳から35歳まではドイツ人の彼氏もおり、仕事勉強ともにバリバリやっていましたので、日本へ帰ることなど一度も考えたことはありませんでした。35歳で彼氏と別れ、その後またドイツ人と2年ほどお付き合いしましたが、長く続きませんでした。人生とは面白いものですね。彼氏と別れるたびに新しい仕事のチャンスをいただきました。目の前に高い山、チャンスが見えると登ってみたくなる性格の私は、40歳になった時、偶然にも3年間スイスの子会社へ出向するオファーが入ってきました。悩んだ末、スイスで仕事をすることを決意し、2015年9月から現在までスイスで仕事をしています。しかしこの年になって彼氏もなく、結婚経験もなく、子供もいない自分を自覚するとき、仕事優先、人生の目的をただクリアすることのみ集中して生きてきたこの20年が本当に正しかったのだろうか。人としてまた女性としてとても大切で必要なものを忘れていて、自分の選択に過ちがあったのではないかと、とても悲しく、寂しさなのか不安なのか意味がわからないまま涙が出ます。自分のしてきたことに後悔は一つもありません。すべて自分の責任において、すべて自分で決断してきました。間違った決断があったとも思っていません。それでも涙が出ます。母はアルツハイマーにかかっていて、現在は介護なしでは何もすることができません。父が母を介護していますが、その父とうまくいきません。反発が大きく、喧嘩の絶えない毎日です。母は私に日本へ帰ってこいとは一言も言いません。でもそれを望んでいるのは時々出る寂しい言葉から感じ取れます。母に間違った期待を持たせぬよう、私は日本へ帰る意思はないことをきっちり伝えています。でもその度に私の心が折れます。年に2回、2週間から3週間の休みを取り、帰国して両親との時間を持つことが今私にできる最大限です。でも母の現状を考えるたびに心が痛みます。2018年のお正月は日本で過ごしました。その時、妹の赤ちゃんと対面することができ、3週間赤ちゃんと一緒に過ごすことができました。赤ちゃんは素晴らしいですね。日々成長するその姿からたくさんエネルギーをもらうことができました。去年は私にとって葛藤の日々でした。自分の生き方、考え方に不安になり、一人でいる寂しさから涙することが多々ありました。幸い本音で話ができる友達はたくさんいます。それでも私の問題解決にはなりませんでした。西郷翔の YouTube と会ったのはそんな時でした。いろいろな問題、それについての処方箋を聞くたびに心が整理されていきました。今まで宗教には全く興味がなく、仏教はいろいろな家庭事情があったため、特に距離がありました。しかし西郷翔のお話には
私の心をぐいぐいと引っ張る何かがありました。今まで習った道徳観、価値観、日本人としての美学、美徳、経済学と政治学、哲学と倫理など、今までうまく整理できなく悩み苦しんだことが次々と引き出しに整理されるようになり、頭が整理されました。本当にありがとうございました。実力がない、技術が足りない、できる人はまだまだ上にいると悩み不安になる毎日です。自分が本当にヨーロッパ、ドイツで最後まで仕事ができるのか、ヨーロッパ人と戦う力があるのか、未だ不安です。年も取っていきます。以前の動画にあった先行密用は今の私にとって大切な言葉になりました。アピール力、プレゼン能力に欠けている私はドイツ人、欧州人と対抗するのにネックになることが多々あり、コンプレックスです。でも無駄に無理して背伸びする必要はないと思えるようになりました。正しい努力を心がけたいと思います。愛語と思いやり、感謝、生き方、考え方、会社人としての在り方、忘れないように頭に焼き付けて仕事して生きていきたいと思います。今日、上司と人事について話がありました。やっと今後の進路について覚悟ができました。メッセージの発信、今後ともよろしくお願いします。仏教の禅の戒律の中に富士山北戒という戒があります。この一問一答で何度も話していますけれども、戒律という私たちが生きていく上で守っておいた方がいい戒め、そして私たちが集団の中でよりよく生きていくために心得ておいた方がいいルール、戒が個人のものであり、律は集団のルール。さて、この戒の中に説かれているものの一つに、先ほど言いました富士山北戒というものがあります。富士山北戒というこの戒は、私は子供の頃大好きでした。なぜならば他の戒は言ってることがわからないのに、この富士山北戒というのは何かこう富士山が来たのかっていう、山のマウント富士ですね、富士山が来たって勝手に私はイメージして、とてもこのつまらない仏教の勉強の中で富士山北戒ってとてもこう富士山が来てくれたのっていう、とてもこう子供心にですね、この言葉だけ全く違った意味の解釈なんですけれども心に残って、そしてまた今でもこの富士山北戒っていうのをその本来の意味においてですね、とても私も大事にしていきたい、守っていきたい、大切に修行していきたい戒の一つとして掲げています。さて、富士山北戒っていうのは何かというと、富士山が来たんじゃないですね、もちろん。で、持参しない、北しないというのが富士山北戒です。で、持参しないというのは自分のことをこう自慢したりね、自分がこうおごり高ぶった気持ちにならないということなんです。で、北というのは他の人を蔑むということをしない。これが不しないということですね。しない、持参しない、北しないという戒めです。ついつい私たちは自分と他人を比べて自分の方が優位であるということによって、他の人よりも自分が優位に立っているということによって安心したり、何かこう満足したり喜んだりするわけですけれども、この富士山北戒ではそういう心をできるだけ起こさないようにした方がよほど自信になるんだっていうようなことを教えているんですね。で、私はずっとこう
空手の武道として空手をやってきたんですけれども、空手の中では例えば試合で相手に勝った時にガッツポーズをしないっていうことを非常に厳しく言われてきました。ついついねこう試合で勝ったりするとねこうやったってガッツポーズしちゃうんですけど、ガッツポーズするとダメって言われるんですね。でいいじゃないか、自分が頑張って努力してきて、そして試合でね一生懸命練習してきて、この試合のために頑張ってきてようやっと勝ったんだ、もう嬉しくてこうガッツポーズしちゃう。だけどそれはダメだって言うんですよ。で最初はねそれに対してなんでっていう思いもありましたけれども、だんだんとその意味を知るようになって、またそれで私も年を重ねるようになって、このガッツポーズをしないということの大切さ、また意義深さを本当に痛切に感じています。今武道の世界でもね勝って、武道家の人たちもみんなガッツポーズしますよね。でいいじゃないか、嬉しいことは素直に喜べって思うんですけど、実はこの武道の中でガッツポーズをしないというのはまさにこの持参喜多なんですよ。自分が、空手の修行の中でね、これは仏教の修行の中でも同じなんですけれども、自分が克服すべき勝つべき相手というのは自分の外にいる相手ではないんです。どうせ克服するならば弱い相手を克服しても意味がないんです。試合で誰かに勝ったというのはその時点において勝った側の人が優れてたわけですね。あるいは負けた側の人が何らかの形で条件、勝てる条件に満たなかった部分がある。例えば体の調子が悪かった、実はどっかに怪我をしてた、それも全部含めて実力といえば実力なんですけれども、たまたま相手の調子が悪くて自分が勝ったということもある。でそうでなくて自分がもし完全に実力で勝ったんであれば、これはもともと自分よりも弱い相手と戦って勝ったことなんですよ。でそうですよね。だから勝ってるわけです。たまたまいろいろな勝つための条件というものが相手に欠けていて自分が勝ったのか、あるいは自分の実力が明らかに圧倒的上で勝ったのか、どちらにしても自分が強い相手に勝ってるわけではないってことですね。で常にね、これは仏教の世界でもそうですし武道の世界でも同じなんですけども、勝つべき相手というのは自分の周りにいるわけではない。でどこにいるのか、そこにね最強の敵がいるんですよ。最強の克服すべき敵がいる。私が克服すべき勝つべき最強の敵というのは誰かというと弱い自分です。弱い自分を私たちは克服したいんですね。そしてしなければならない。できるかどうかわからないけれども、そこに対しての飽くなき挑戦を続けていくというのが修行なんですね。武道の世界でも同じ。ガッツポーズをするなという意味はそこにあります。修行過程において自分の力を相手と切磋琢磨して測っていくために試合というものがあるけれども、その試合をして自分が勝ったということにガッツポーズをして喜んでしまっていては、これは克服すべき相手というのが誰かを見失っている状態です。やった勝った今武道の世界を見ていて、ガッツポーズをしないまでも心の中でガッツポーズをして自分は勝ったと、最強なんだと思っている人っていうのもいるでしょうし、けれどもこの本来の意味においての己に勝つ最も強い相手は自分の弱い自分なんだと、弱い自分なんだということを理解した上で、もう一回ね、最も強い最強の相手は弱い自分なんだということを自覚した上で
試合に臨んでいるという選手が増えていったら、本当の意味でね、武道をすることが自分の人生を治めるということになるはずなんです。けれども時としてね、試合の競技で相手に勝ったということは、時としてというよりも大きく自分の思い上がりを作ってしまう。そこで自分の技術と体力のピークというものが過ぎた段階で、心の成長というものがなくなってしまう。これを恐れた言葉がガッツポーズをしないということであり、富士山北海なんです。で、今回ね、ミニモコさんのこのお便りは相談でもなく、お悩み相談という形では全然ないわけなんです。むしろお礼という形でね、自分がこうやっていろいろとチャレンジを続けてきて、そしていろいろなことをちょうどこれぐらいのご年齢になると悩みますよね。仕事一生懸命やってきた人で、これで本当に良かったのかと思うし、逆に言えば仕事よりも家庭を優先してきた人で、もっとね、自分はでも家庭を優先してきたけど仕事に関してはなんか 100% やりきったという感じがしないと、もう一度これからなんかもう一回ね、家庭は家庭で子どもたちもある程度大きくなってきたし、もう一回なんか自分は人生にチャレンジしたいなと思ってらっしゃる悩みの人もいます。だから本当、人間というのは自分の持ってないものを望んで悩むんですけれどもいろいろとそういうことの中でたまたま私の YouTube に巡り合って、そしてそれがヒントになって少し心がね楽になったということでお便りを今回くださったんですけど、今後また新たな目標を掲げてですね、今後何らかの形で日本にいるご両親のことも含めてね、いろいろと葛藤がある中で、今ミニモコさんとしては気持ちが整理されているということなので、私から一つね、今後のまたミニモコさんの人生に対してエールを送りたいと思って今この動画を収録しています。日本で今は拠点を置いておりますけれども、かつて海外に出ていきたいと思っていたものの一人です。そして日本にいながらにして今海外に出ていっているものの一人です。で、やはりね、私は仏教の可能性というものはこれからの時代にむしろ必要とされているだろうということを、痛切に感じていますし、ですからこのお釈迦様の教えというものをこれからの時代の人たちに向けてね、その表面上の言葉でなくて、その形式上のものではなくて、本来のそのお釈迦様の言葉というものの裏にある、それをね、今の時代に、そしてこれからの時代の人たちにどうその言葉の真意というものをね伝えていくのか、そしてそれを今の先人たちの教えというものをどうこれからの時代の人たちにきちんと適合するように説いていくのかというのが私の使命だと思ってますから、それをしていきたいと思ってるんですけども、その時に私自身が最も自分にね戒めていることがこの富士山北海ということです。それは何かというとですね、スポーツにおいてもこれビジネスの世界においても何の世界においてもそうなんですけど、勉強の世界においてもそうなんですけども、どうしてもね私たちは誰かライバルを作って競争していくっていうことによってそう切磋琢磨しやすいんですね。ですからどうしてもこう世の中の今の競争原理の中で他人に勝つっていうことによってその目標を掲げることによって自分を鼓舞して努力して、そして自分の技を磨いたり知識を磨いたりチャレンジをしていくわけですね。けれどもね、この競争原理の中で誰かよりも頭一つ抜きん出たからということによって得られる安心とか喜びというのは長続きしないんですね。これやってみたら分かります。誰かよりも何かねポンと
突出した数字を掲げてそれを達成しましたって言っても、隣見るとね、もっとすごい人たちがいるんですよ。でこれね、キリがないんです。キリがないんです。何をやるにしても、みんな私たちは何か数字を掲げてその数字を達成できた、それはそれでいいですよ。いいですけれども、誰かに勝った、誰かよりも突出した、この競争原理っていうのはの中での自己満足、得られる満足っていうのは延々と満たされることがありません。だから一つの山を越えたらまた次の山を、また次の山を、ずっとこう高い山を登り尽くしていくんですよ。でそこでね、必死になって、仮にですよ、間違ってオリンピックの金メダルなんか取ってしまったらどうなりますかと。その後も虚しいったらありゃしないっていうことを多くの目標を達成なさった方々がやっぱおっしゃるんですね。昔から古今東西おっしゃるわけです。高い山っていうのは登ってみたら分かりますけれども、富士山登ってみてね、わあすごい景色だなと思うんですけれども、しばらくしてみるとね、あ、高い山登った、私は富士山登ったんだって。でこれおそらくエベレストになってどこ行ったって一緒だと思うんですよね。こう飽くなきこう人間の欲といいますか、自己満足というものはどこまで行っても満たされることがないんです。お金を1万円しか持ってない時には100万円ぐらいあったらいいだろうなと思うんですけど、100万円貯まってみると100万円貯まったなっていうぐらいのもんですよ。でじゃあ100万円、じゃあ次は1000万円と、1000万円貯まったら1000万円あるなっていうぐらいなんです。じゃあ1000万円が今度1億円になったらね、1億円貯まったって言うと、今度それは別に1億円は1億円だったので、隣見てみると100億貯めた人がいるわけですよ。これはってまた100億やってみると隣で1000億の人がいるんですよ。でこれが本当にもう際限ないんですね。さてじゃあ私たちは他人と競争して他人よりも上に行くということを自分の目標に掲げている限り、ずっと満たされることがない。じゃあどうしたらいいかということなんです。でその方向性と答えを示してくれる言葉というのが先ほど言った持参帰多なんですね。処方箋は何か。持参帰多というのは他人よりも自分の方が優れているということによって、これはまさに持参帰多してるわけですよね。他の人が自分よりも下ということによって、それを確認したことによって自分が喜んでる。そうじゃない。どうしたらいいか。そこで出てくるのが謙虚な態度ということです。謙虚さに磨きをかけていくんです。他人よりも優れたパフォーマンスを発揮したり、他人よりも高い点数を取ったり、他人よりも多くのお金とか土地とか物を所有したりということによって自分の優位性とか安心とかプライドを保つということではなくて、逆ですね。謙虚さに磨きをかける、謙虚な態度というものに磨きをかけることによって、それが達成されたかどうかということによって自分自身がちゃんと生きているかどうかを確認する。仏教というのは本当にシンプルに、少しでも良きことを行い、少しでも悪しきこと、良くないことを行わないようにする。そして心を清らかに保つって、これが仏教なんです。ですからこの修行をずっとしていく、つまりね、謙虚な自分というものにさらに磨きをかけていくということが仏教の一つの修行なわけですね。でこれができているかどうかということを常に確認をしていく。でね、不思議なもので、謙虚に自分がなればなるほど、実は自分が思い上がって持参期待しているうちには見えなかったものが見えるようになるんです。持参期待をしていると聞こえなかったものが聞こえるようになるんです。持参期待をしていたら感じられなかったものが感じられるようになるんです。全く違った感覚に自分がなっていく。見ているものは変わっていない。住んでいる世界は変わっていない。働いている環境も変わっていないのに、全然違ったものに見えてくるんですね。謙虚さに磨きをかけていくと、今
私たちがいるその場が全くその前とは違ったものに見えてくる。そしてこれはね、おのずと持参帰をして生きている人たちとは違ったものが見えるようになってくるんです。だから面白いことに、同じような環境で同じように働いている人と、その上とか下じゃなくて異質なものになってくるんですよ。でこの異質性こそユニークさで、この異質性こそ興味深さだし面白さだし、これがイノベーションなんです。だから私はぜひね、日本人というのはこの謙虚な心というのはね、もともとこの謙虚であるということを大事にする人たちが多いような気がするんです。ミニモコさんがその海外の人たちはね、プレゼン力とかアピール力とかっていうことを大事にする。でもそもそも本当にその力のある人っていうのはプレゼンする必要ってないんですよ。本当に力のある人ってアピールをそう派手にする必要ってなくないです？プレゼン力とかアピール力となぜそれをつけなければいけないかって言ったら、自分が持っている以上に見せることによってきっかけをつかもうとする、そういうなんかね、小賢しいテクニックから出てきている力なんですよ。本当に力を持ってる人ね、そういう人たちっていうのは別にプレゼンする必要ないですよね。やってみれば分かるんですよ。時々今ね、サプライズで街中に置いてあるピアノとかをなんかこう変な格好をしていって、でバーって弾いてみたらすごいうまかったみたいなこう動画が YouTube なんかでもこう人気を博してたりするじゃないですか。あれってそうで、本当に力を持ってる人っていうのはちょっとやれば分かるんですよね。でそれを私はこういうことができます、こういうことがって言う必要はない。本当に力を持ってれば。でも持ってない人が何かのその試験に合格したり、それから何かのこの仕事のねあれをもらおうとして一生懸命アピールしてプレゼンしてってやるわけです。でもね、何度も言いますけれども、本当に力を持っている人、あるいは本当にユニークなもの、本当にそこしかない、あなたしか持ってないものっていうものができてきたら勝手に目立ちます。わかります？勝手に目立つんですよ。勝手に異質なものになるんです。そうするとこれだけもうインターネットも発達した社会の中で勝手にすごい人が見つけてくださるんですよ。でこれがね、これからの私は日本人の人たちの戦い方だと思ってます。戦うっていう表現はあまり良くないけれども、ね、勝手に目立ちます。そこまで自分を磨いていく鍵が持参帰です。つまりありえないぐらい謙虚でいるっていうことです。謙虚で素直な人にはあらゆるものがどこまで行っても学びとして飛び込んできます。世の中で自分の知らないことはいっぱいあります。自分が体験したことないことはいっぱいあります。自分が聞いたことないこと、見たことないことはいっぱいあるわけです。これがね、勝手に向こうからどんどん飛び込んできてくださるわけですよ。そしたら勝手に毎日が勉強なんですね。勝手に毎日がいろんなことに気づいていくわけです。でそれを面白がっているうちに勝手に自分の力がついていくんですよ。どんどん勉強しますから、勝手に学習していきますから。そうすると勝手にユニークな人になり、そうすると勝手にプレゼンしたりこうアピールしなくてもそこにいるだけで目立つっていう人になっていくんです。ぜひね、私はこの持参期待、富士山北会っていうことが地味な感じなんですけども、そこにねこれからのミニモコさんの人生に対しての一つのヒントがあるような気がするんですね。さて、最後になりましたけれども、本当にミニモコさん応援してます。で来年は実はヨーロッパで法話会というものがもう計画をされてます。機会があればぜひねミニモコさんにもお会いしたいなって思うんですけれども、私はこれからの日本人というのはね、勝手にグローバルになっていくと思ってますし、そうなるでしょう。また
世界中のあらゆる国に住む人たちがグローバルに生きてかざるを得ない、そういう命を今皆さん人生をこれから生きていくと思います。かつてのようにね、どこかの国、どこか一部の地域だけで完結するという物事はもうなくなりました。例えばブラジルのアマゾンが今ね焼けてるということで話題になってますけれども、アマゾンの森林が破壊されていけば必ずブラジルとは全然違った地域の人たちの生活環境とか地球環境に影響が及ぶわけですよ。シベリアの山林がまた燃えているということがまたちょっと前に話題になってましたけれども、ロシアの一部が燃えたということが地球全体に影響を与えていく。もうね、今やこの私たちの地球、また宇宙もそうなんでしょうけれども、実は人間命というのは私たちがそのことに気づいている気づいてないというのは関係なくですね、全部がどこかで微妙に関係し合って、その微妙なバランスのもとに生きているということが分かってきているわけです。つまり私たちが幸せになろうと思ったら、必ずこの個人の幸せというのはどこかでそれ以外のものの調和のもとに成り立っている。ミニモコさんがドイツにいて、今スイスにおられるのかもしれませんけれども、そこにいてね、本当に力いっぱい仕事をしようと思った時に、日本の遠くね離れた日本のお母さんのこととかご両親のことっていうものがミニモコさんに影響をやっぱり与えるわけじゃないですか。そういうふうにしてですね、いろいろな自分が見たこともない聞いたこともないものこと、そういったことが全く私と関係がないということではなくって、それが全部関わりを持ってつながりを持って生きているんです。でこれをね、そういう関係の中で常にみんなが誰かよりも優れてなければいけない、誰かよりも強くなければいけない、誰かよりもたくさんお金を持っていかなければいけない、そういう競争原理で全ての人たちが競争して生きていっていたら、必ずそれは自分が勝つためにそこに争いが起きたり、そしてお互いがお互いの持っている力を潰し合ったりということが起きてきてしまうわけです。でもそうでない。全ての人たちが持参帰他をしないということを心に留めて生きていけば、おのずとね、周りの人たち、周りの者たち、周りの環境、あらゆるものが学びに変わってくる。つまり私たちの中にパラダイムシフトを起こす、この一つの会が富士山北会なんです。ミニモコさん応援してます。頑張ってください。そしてお礼と報告のお手紙ありがとうございました。仏教というと非常に漠然としてますが、仏教というのはですね、悟りを開く、悟りを得るという究極の目的に向かって実は修行を重ねていく、厳しい修行を重ねていくという、これは本当に究極の目標達成論なんです。究極の安心を得ていく以外ありません。